こんばんは、TV です。こんばんは。今日はですね、実は一回ロケに来てるんですけれども、はい。再度撮り直しにやってまいりました。来ましたね。はい。で、ちょっと今から P がいっぱい入ると思うんですが、はい、そこはご了承ください。はい、ですね、ここは山なんですけれども、前回、はい、山登りが、登山がもうきつすぎて、はい、なんか、わーいって感じで、はい、サクッと検証もせずに帰っちゃったところなんですね。はい。はい。で、TV の編集さんが詳しく調べてくれました。はい。とんでもない場所だったっていうのが発覚しまして、改めて撮りに来ました。ここはですね、もともと歴史的な遺構がある場所なんですけれども、とあるお寺が建っていました。はい。はい。で、プラス、他にも遺構があるんですけれども、そのお寺自体はもう建物ももうなくなっていて、で、紛らわしいんですけれども、また同じ名前で再建してるんですね。はい、で、新しい名前で再建したものの、もともとあったお寺の内容とは全く異なるものでして、はい、なんていうのかな、とある宗教団体と、あとは、ちょっと過激派な部分ですね。はい、それがこう混ざったような団体がですね、ここで儀式というか、はい、そういうようなものをしている場所だと。で、その団体の、初代、住職と呼ばれているそうなんですけれども、代表の方は、もうお亡くなりになっているんですが、その方も信者さんというのかな、会員の方に対して暴行、傷害で、捕まっております。なんせ理念がすごくてですね。すごいよね。はい。1、自分がであることを自覚すること。1、強烈に自己主張をする。そう、表現がね。すごいね。で、1、はい、愛と正義を否定する。どういうことなんだろう、ね、っていう理念のもと、集まっている団体なんですね。で、初代のその代表の方は亡くなってるんですけれども、その後、一旦自然消滅してるんですね。自然消滅してるんですけれども、また新たに集まりまして、実はまだ、一応活動継続中、ということなんです。ただ、活動継続中と言っても、いろいろね、流行り病ですね、今の現代の。によって、ちょっと今活動停止中らしいんですけれども、なので、実際に、今日現在、どなたかがいて儀式してるかって言ったら多分おそらくしてないんですけれども、その元々あった遺構の、その中でも儀式が行われていると。で、その新しく建て直したお寺もすごく小さなものなんですが、本当に、歩けないぐらいボロボロなんですね。で、そこもまだ使われていると。というちょっとね、なんて言ったらいいんでしょうね。闇深いと言いますか。闇深いですね。そうですね。で、その団体もですね、その過激派という言われるゆえんがですね、もちろんそのとつながっているっていう面からもあるんですけれども、結構こう、事件を起こしている。ということで、昔のちょっと連合を彷彿させるような、そういう団体だそうです。なので、亡くなられている先代の代表の方とか、あとはちょっと今から行けばわかるんですけれども、何名か、そこの団体の方が亡くなられている、と思われるんですね。なので、ちょっとここを、再調査しに来ました。はい。じゃあちょっと結構険しいので、気合い入れて、私たちもライトを頭につけていきます。はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。ちょっとここから気合い入れていかないと。よし、行きましょう。遺骨が埋まっている可能性も、
もう一つ重なってるわ。何？子供にまで広げてたっていうのはちょっと怖いね。怖い怖い。低音みたいのが耳元でなんか言った。それでもここでさする儀式って何って思わない？マジで戻ろう。ちょっと危ない。なんせ人が寄りついてないからね。来てる形跡はなさそうだよね。本来ハイキングコースだし、そういう意向もあるわけだから、人が来てもおかしくない。まあこの時間だからいないけどさ。まあねまあね。でもなんか昼間も本当に人気がないっていうから。何の石碑なんだこれ。何の石碑なんだこれ。これはもともとの遺構のために建てられた石碑だね。なんか奥行けるね。ちょっとだけ行くか。何？今女の人これみたいな。どっちが？こっちこっちこっち。かなり近めで。ここに実は建物ボロボロのはいあるんですが、まあ前回ね、その昔あったその元々の本来のお寺の方が使用してたものじゃないかみたいな話をしてたんですが、はい。おそらくどうやらここにね、とある村として拠点を置いて30人ぐらいで暮らしていたそうなので、おそらくその時の建物じゃないかと思われます。なるほどね。でもうそのお寺じゃなくても、とにかくこの付近全体がその村として使用していたり、その団体が、あとはなんかこう儀式のようなものを行っているようなので、変な話、こういうちょっと空間、こういうところね、とかもそういうことに使っている可能性も全然あると。あくまで予想なんですが、まあちょっとこの先にそのお寺の建物があってボロボロの、そこに行くと分かるんですが、まあそれを理由にですね、私としてはおそらくどこかに遺骨が埋まっている可能性もゼロではないなと思ってます。雨とかも降るし。いや、いないよ。あれ前回もあったっけ？なんか靴みたいな音、長靴みたいな。なんかあった気がする。ここだっけ？この通りだよ。今まさにその足音がした。ここですね。こういうところで多分おそらく生活していたんじゃないかと。もうその本当に本来のお寺、関係だったらこんなにもう形は残ってないはずだから。そうだよね。その全然後に作られたものだと思います。あっちは別に部屋じゃないのか。なんだろうね。トイレがあったんだ。トイレか。建物がすごく簡易的なんだけど、明らかに生活してたなっていう電気の傘だ。電気？多分そう。ああ、そうだそうだ。子供のものっぽいな、絵柄が。これだよね。一番のこの、なんていうの、ヒントになるね。あ、でも名前書いてる。
名前書いてるね。あ、でも州とかって書いてあるってことは、これはお寺のものだったのかな。これさ、何かの記事を集めてたんだろうね。年代わかんないかな。結構古いね。そう。相当古い新聞。これ何を集めてたかによってさ、結構、内容がわかんだけどな。落ちてないんだよな、でももう。この学生カバンらしきものとかも、不法投棄なのか何なのか。ちょっと待って。これ何？なんか、プラスチックいや、違う。なんか、これさ、なんか内職みたいのでお金を稼いでるっていうの可能性はあるよね。って思ったんだけど、まあ、これが何なのかわかんないけどね、ちょっと。そうね。結構ね、なんかこの子供のものがあるのが不思議なんだよね。なんでなんだろう。結構あるよね、その中ね。そう。なんか、医療に関する内容っぽいぞ。医療。児童心理学、精神薄弱児を精神。知能指数で判定。精神衛生。うん。分かった。もう一つ重なってるわ。何？ちょっとこっちは、さっき私が話した、団体の方は、私がちょっと深調べした感じで出てきたものなんですが、もう一個、実は、編集さんが、ちょっと調べてくれたんですけれども、ちょっと精神的なね、はい。病っていうのかな、そういうのを持っている子供に対して何か儀式をしていたっていう場所でもあるらしいっていうのを今、編集さんが言ってたんですけど、まさに今そういう内容の。儀式？だから子供のものがあるんだ。そういうこと？だからやっぱ子供がいたんだ。だからこの学生カバンとかもあっておかしくないんだ。そういうことね。だから子供のものが多いのね、ここ。とんでもない場所だったっていうのが発覚しまして。子供のものっぽいな、絵柄が。この学生カバンらしき儀式が行われてると、この子供のものがあるのが不思議なんだよね。子供に対して何か儀式をしていた。何があった？あったね。福祉とは、幸福とは、昨年児童。だからそれとそれ一緒なんだ。もう一個団体があるんじゃなくって、心身の病を持った子プラス体の方もだ。なるほど。そういう団体なのか。全くされたと判断せざるを得ません。福祉、幸福とは何なのでしょうか。同情や哀れみの意識での実績作りのためにが作り上げるものなのでしょうか。私たちはそんなものは返上します。
やっぱりここはだから、そう、なんとか村、うん。そう、なんとか村、うん。として生活をしてたところだわ。なるほどね。多分ね、おそらくあの奥にあるあれもベッドなんだよね。布が引いてあるから布団みたいの。あ、そうでしょ。だから寝泊まりしてる形跡があるんだよ。うん。そうだそうだ。で、子供のものが結構あって、ただ、本当にこれだけのスペースだから、結構何十人いるの？30人だっけ？多くて30。多くて30。って言ってたから、まあ常にその30人がいたのかはわからないけど、うん。明らかにその団体のものであることは分かった。そうだね。で、これが確か、お風呂だったんだよね。そうそうそう。こんな感じですね。ここはお風呂として使っていたようです。共同風呂だよね。まあ、そうだろうね。あと洗濯とかそういう感じかな。おそらくこういうのはね、もともとあった遺構だと思うんだよね。お地蔵さんの首が取れちゃってたりとか。なんか独り言言ってる？うん、言ってない言ってない。なんか独り言言ってる？うん、言ってない言ってない。かなりね、古いんだよね、こういうのは。上にも首がないお地蔵さんがいる。あ、上にもあった。ここのお地蔵さんの首がないのには理由があって、はいはいはい。例えば震災というか災害うん。とか、誰かのいたずらとかではなくって、江戸時代だっけ、それぐらい結構前だよね。に、なんかこう宗教を禁止するような政治的な動きによって、全部破壊されたと。そうだね。幕府かなんかによって。うん。でそのために、首がもうなくなっているということです。はい。あ、ここか。すごいな。これがですね、どうやらやはり最近、比較的最近というか、うん。全部新しいの。そうだよね。やっぱそうだよね、これね。で前回来た時にちょっと不思議に思ってたんだけど、うん。なんでこういうの盗まれないんだろうねって。うん。よくこういうのって盗難に遭いやすいってうん。言うんだけれども、なんでかっていうのはやっぱりその団体が絡んでると思う。あみんなこう寄りつかない。あ。うん。だからこういうのをこうなかなかね盗まれることもなく。なるほど。でこれは獣道なんですかね。どうだろう。気にはなるね。しかもね、置いてある、なんていうの、ぐっちゃぐちゃなんだよね、統一されてなくて。統一感ゼロだね、これ。全部バラッバラ。なんかいいと思ったのを着ましたっていう感じで、はいはいはい。
場所での修行じゃないか。儀式。儀式ってどういった儀式なんだろうね。ちょっと想像できないけども、子供にまで広げてたっていうのはちょっと怖いね。怖い怖い。何？何？耳鳴りじゃなくて、うん。なんつったらいいんだろう。低音みたいのが耳元で、なんか言った。なんか言った？なんかみたいな声。わかんない。何？あれ？振り返りあるかな？あれ？あれどうだっけ？2個あったっけ？いや、にしても日が経ってるから、そうだね。ってことは取り替えてる誰か来てるのか。本当だ、新しい。あ、でもなんかみかん。お通しね。すごいよね。こっちの方も使われてたんでしょ？うん。あ、使われてたとか今も使われてるのか。使われてる。使われてると思えないじゃん。絶対思えないよ、これ。どう考えても思えないでしょ、これだって。この道だよ、だって。ほんと、現役なんでしょ、これ。今現在も行われている一応これも修行の一環なのかな。いやだからもともとあったところを再利用してるみたいな形だから、うん。だからそこから整備ができてない状態でできてない。無理やりなんじゃない？でそれを拠点としてやってるんでしょ。にしてもね、これはね、どうなのこれ。お、どれだけ。下手したらこれ、右の池に落ちるよ、こもうだってこうやってさ倒れちゃってんなお地蔵さん。れ。ああ、はいはい。それでもここでさする儀式って何って思わない？いや、そればっかり気になる。で、なんかここでやる意味ってやっぱあるのかね。どうしてもここでやらなきゃいけないわけでしょ、多分。この状態であってもやるってことは。またお酒捨ててある。ちょっとね、誰かさここで亡くなってないよね。錆びついたりはしてないんだよね。あ、嘘。お酒っていうところが。なんせ人が来ない山だから。そうだね。まず、目の前の通りもほとんど通らないらしいね。だってこんなところで飲まないでしょ。飲まないと思う。あれもそうじゃない？ほらあった。でここの建物が、最初のオープニングで言ったはい。建物です、はい。で、私がもしかしたらどっかに遺骨、うんが捨てられてるかもしれないと言った理由がここで分かります。はい。もうほんと中はこうやって床も抜けていて儀式は無理でしょうっていう状態で信じられないけれどもそうらしいです。まだ使っていると。で理由がですねこれなんですよね。骨壺がこっちに、もう3個あるんだけれども向こうにもあるね。あるね。下にも落ちてるね。そう。ただまあちょっと前回コトッとこう触ってみたんだけれども軽かったんで中は空みたいです。ただそういう団体がまあ
ここで儀式をしてたり、うん。生活をしていたっていうことなので、中身がどこかの敷地内に埋まっている可能性がうん。ゼロではないなと、うん。これが残ってること自体がまあ不自然だから不ね、自然だね。うん、だから中身だけどこかにあるんだなっていう感じがします。全く異なるものでして、それを理由にどうしてもここでやらなきゃいけない。それでもここでさ、そこもまだ使われていると。もしご遺族とかが持っていくんだとしたら、この箱ごと持っていくはずなんだよ。そう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 。で、中身だけないっていうのがもう本当に不自然なんで。そうだよね。聞こえた今。何みたいな。聞こえなかった。ただ屋根はしっかりしてそう、るんだよね。だからそれが、前回来た時に、当時の意向にしては、すごく古いもののはずなのに、なんで屋根が綺麗なんだろうっていう話をしてた。めっちゃで、理由が分かった。ね、しっっかりしてんだよね。まあその団体というかはいはいはい。が立て直したはいはい。から中途半端に新しい、なんかね、そうだよね。ここで何の儀式ができる？そうだよね。たださ、ドン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 って音がするのは何なんだ？で、初代のその代表も住職、うん。もう亡くなってるっていうことなので、変な話、この中のね、うんどれか骨壺っていうかそうかもしれないし、でその亡くなっちゃった初代の方の時も、うん。権力争いうん、はい。みたいなのとかもあったみたいなので、権力争い。そう、自分がその上に行こうってそうそうなるっていうので、結構そういう争いもあったみたいな。なるこちらですね、こっちがまたここにこうやって下にも落ちてるし、こんなの置いてあるの不自然だもんね。うん。で、この上ですね、ここもただ水が流れていた場所なのかと思いきや、滝のようにね、うん。この上の広場みたいなところでも行われていると。なんだろうこの空間って感じ。もともとが何だったのかっていうのと、今現在どうなのかっていう、そのダブルでややこしいんだよね。まずさ、それでプラス同時にさ、誰か亡くなってる人いないか怖いんだよな。ここに関しては、まあもともとそのお寺があったって言われてる場所なんだけども、さっきのところね、うん。でもそれが武家屋敷だったんじゃないか実はっていう話もあるから、武家屋敷。だから当時何だったのかっていうのはもう本当に分かんないんでね、ああ今のところはっきりはしてない。なるほど。お寺って言われてたけれども違う説がある。うん。でさらにプラス今現在その儀式を行っている団体がいるっていう、そのダブルうん。トリプルもう分かんないけど、うんすごく複雑な場所なんですよ。謎だらけだね。そうで、またここのお寺とは別で、うん。さらに別の意向もあるんです。え？何？え？ちょっとごめんね。え？なんだろう。振動？いや、今、後ろさ、うんギーみたいなのになってなかった？振動？今、こっち、俺の左足に振動伝わったんだけど、ブーって。でもこんなのいや、だ動から、かないよね。何かなと思って。
でも明らかにそこから落としたんだけど、その石。うん。で、何かなーと思って、ちょっと不思議に思ってたんだけど。ここはもう無数の。でもなんかさ、年齢が様々な気がする。新しいのもあれば、古いのは古いし。なんで新しいのがあるんだ。確かにね。だって当時のものだったら古いはずだよ。そうだよね。なんでこんなに何個もさ、うん。さっきのところもそうだけど、うん。トンボみたいな数がすんごい多くない？めっちゃある。なんか固めて置いてあったりさ。うんうんうん。でですね、ここがその遺構ですねがある場所になります。で、本当は歴史的なうん。貴重なものがある場所なんですが、はい。なんとその団体がうん。ここでも儀式を行っていると。でもさ、修行っていうのとさ、うん。儀式っていうのって違くない？全然違うと思うよ。全く別物ですよ。それは。でも編集さんがその調べてくれた時にさ、うん。儀式って言われたって言ってたから、ああ。儀式。修行でもその儀式って言われたので、ちゃんとした場所のところに聞いて言われたんだよね。じゃあそうなんだよね。噂とかじゃないんでしょ。そうですね。これですね。お地蔵様の首がない理由。明治新政府の廃仏希釈という政策により仏像の破壊が行われましたと。その時、このお地蔵様の首が壊されたものです。だからね、こっちはないけど、こっちも後付けされてるの、ほら。本当だ。これが、あれ、遺構ですね。ここのとこでしょ。そう。またなんか大きい音した。マジで戻ろう。ちょっと危ない。危ない。危ない。で、この穴の中はい。もその儀式に使われているようなので、ちょっと気になるので入ってみようと思います。なんかあったら、トランシーバー。了解。よいしょ。儀式が行われていると言われているこの穴の中にまず360度カメラ定点1個仕掛けました。ちょっと待って、これ。ちょっと待って。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 これ。ち
今これですね、実はこれは、はい盗聴器を発見する機械なんですけれども、まあ、周波数と、その磁場、電磁波、うん言い方を変えているというか、うんなので、でこれは幅広い人の耳で聞こえないはい周波数とかも全部探知するので、19Hz が流れているところにはこう霊がうん集まりやすいとかいろいろ言われているので、まあこれをちょっと使ってみようと思います。とりあえずこれを持ったまま歩いていきます。音鳴るんだっけそれって。なる。あ、鳴った。早速だけど。この音が鳴ってるってことは、だからこの近くにいる可能性があるっていうことです。そういうことだよね。こんなとこだって電気製品もないしで、うん一応試し済みなんだけれども、うんその家電、うんとかには反応しませんでした、ああ、はいはいはい。ちゃんと。なので今現在このカメラとかはいに反応してるっていうことはないです。なるほど。だ今一瞬鳴ったのがだからお通り過ぎてる可能性。おお、でも赤いとこまで行ってるけど大丈夫？すごい鳴ってる。めっちゃ鳴ってるけど、そんなにならなかったでしょ？なってない。この辺がそれこそだからさっきの穴とか、上にはうんお地蔵さんがあったところだから何かがいてもおかしくない。だって今ならないからあ、こうやってそうだ。だからカメラに別に反応してるとかではないわけ。関係ないのか。だから全然磁場カウンターより本当に詳しく調べることができる。なるほどね。とりあえず次の地点を目指してそうですね。歩いていってみましょう。はい。やっぱさっきのとこだけだなってんの。今鳴ってないんだね。今鳴ってない。一応赤いとこまではあるんだけど、ピピピピは鳴ってない。ああ。さっき来た。止まった。ついてきてる。そうでしょ。今声した。うーって。いや、怖い怖い。こっち方面。誰かいますか？人は確実にいないからね。瞬間的になって消えるっていうのはリアルだね。通り過ぎたとか。長いね。鳴ったよ。た。やっぱさ、え？ついてきてんのかな。まず映しちゃったよ。ああ、これは。じゃあ今から今度は、さっきのボロボロの建物ですね。はい。のところに定点をしてみに行こうと思います。
別に携帯に近づいてるからとかじゃないんだよね。そうだね。ここですね。この建物のところに来ました。ここにも手っていうのを仕掛けていこうと思います。ここに仕掛けるのは、ちょっとデイビー最新アイテムです。はい。で、ここにスマホをこう入れて、電源入れますと、人感センサー、で、何か動きを察知するとそっちの方を向いて、自動的に録画をしてくれるというものになります。なるほど。じゃあ、ここに、追尾する新しいアイテム、アハボットを置いて、裏側の、人感センサーライトと暗視カメラを設置しました。はい。次のですね。
次ここのうんさっき言ってたうん拠点として寝泊まりしていたとかね、はい何か行っていたんじゃないだろうかっていう場所に定点仕掛けていきます。はい。Try to be honest, I'm not good at letting down my guard, but I really want it. Before you, I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without you. Try to be honest, I can't live without you. I can't live without you. Try to be honest, I can't live without you. I can't live without you.